よし、必要なものはこんなところかな。おい、魔法のアイテムもこんな安いのかよ。この値段ならありだな。よし、もうみんな集まってるか？今来たばっかり。やっぱり持ち物の整頓は商人に任せるのが一番ね。いつもありがとう。助かってますよ。じゃあ、集まったところで今日の探索についてだ。まず私から提案だが、便利用品を揃えようにもまだまだ資金や物資が必要だ。もっと獲物を狩る必要があると思う。僕たちはもう少し戦闘になれるべきだね。具体的にはまだ体力も魔法も盤石とは言えないよ。先日の敵はもとより、冒険者さんたちの話なら大通りに面している部屋の敵はさほど脅威ではないという話でしたね。ああ、さらなる物資の調達も兼ねて、もう一度戦って回りながら徐々にマップを埋めていくのがいいと思う。賛成。私も早くレベルアップしたいし。私も早く魔法使いたい。まだまだ色々話も聞けそうだし、敵を撃破しつつ探索を進めていこう。それじゃあ早速、レッツゴー。まずは明かりをつけてっと。さて、前回のおさらい言っとく？もう一回部屋を巡って稼ぐのよね。ああ、敵の出る部屋をもう一度訪問して勝っていこう。参るぜ。ちなみに、敵の出てくる部屋のことをシリーズの恒例で幻室と呼ぶことが多いです。魔物が現れた。もともとは暗い部屋やお墓を意味する言葉らしいね。部屋の中身によっちゃ私たちの墓になるってか？笑えねえな。相手や状況によっては逃げることも視野に入れないとね。全員で攻撃し敵を倒した。幻室で出てくる敵は撃破することで宝箱を落とします。ここから入手するアイテムが私たち冒険者の迷宮における物資と資金の調達源となります。宝箱以外にもお金が手に入るのは、相手が人型なら直接接収、怪物どもなら奴らの素材を持ち帰って売ってるからって解釈でいいらしいぞ。やはり狩りはいい。心も懐も豊かになる。物騒だな。敵を倒した。ま、宝箱の会場なら任せなさい。どんどん行きましょう。出たな、毒カビ。一掃するね。アリアの低温によりカビは死滅した。罠に引っかかった。おっと、排出機構。パーン。出ちゃった。ああ、また松明使わないと。街に戻される罠な。あれ欲しい時に出ないんだよな。そんなにうまくはいかないよ。早く戻らなきゃ。こっちだっけ？あ、降りちゃいましたね。王国の役人が水路の清掃をしている。最近、王国軍支給品の武器がこの辺りで見つかることがあるんです。地下5階の主戦場で倒れた兵士たちの持ち物が魔物に奪われ、こんなところに持ち込まれたり流れ着いたりしているのでしょう。見つけるたび、元の持ち主のことを考えてしまって胸が痛みます。装備もだけど、ダンジョンは基本的に階層をまたぐと敵の質が一気に変わるよ。魔物が現れた。全員の攻撃でこれを撃破した。トラップ発動、マナジャマー。私はまだ魔法使えない。魔物が現れた。はしごを降りて一歩で強敵に出くわすこともあるから、さっきの回は実力がついてから行こうね。はーい。敵を倒した。罠の解除に成功。魔物が現れた。初級の敵にここまで外れるのはさすがにもう少し慣れる必要があるな。全員の攻撃で敵を撃破した。罠の解除成功。魔物が現れた。対処法が分かればこの辺は問題ありません。エラルドの投げ水によりカビを一掃した。罠の鑑定に失敗した。マナジャマー。また失敗した。落ち着きなよ。魔物が現れた。先手を取った。
帝王の魔法で私もクールダウンしたい。アリアの帝王によりカビは死滅。罠の解除に成功した。封印も歩いていればそのうち解けるかな。魔物が現れた。バラムの二刀流が冴え渡った。罠の解除も成功。クレイジー長山どんどん行きます。倍速。なお、固定でモンスターが配備されて戦闘が起こる現実は画面で行っているように冒険を中断してから再開したり、地上や階層を行き来することで復活します。つまり、あえて移動したり中断することによって何度も戦い、いろいろと稼ぐことができるんだね。もちろん、体力や魔法は使えばその分消耗しますので、引き上げるタイミングも大切です。繰り返してどんどん強くなるのだ。さらに倍速。おっと、明かりが切れたな。今、確かここかな？松明も付け直してっと。隊長がいるよ。ててて。ビシッ。敬礼していく。そういや、この先の広い通路より前に、入り口周りでもまだ見てないところあるよな。それじゃあ、先にそっちから回ろうか。入り口付近、この辺だね。そういえばまだ人がいましたね。こっちのドアも入ってみましょう。王国の衛兵が立っている。そのはしごの下は長い螺旋階段に続いていて、それを降り切ると王国騎士団の駐屯地。目の前はもう戦いの最前線だ。敵軍はあまりにも強い。少なくとも白洋協会や魔術師学院出張所の依頼をこなせるくらいでないと足手まといになるだけだろう。王国の役人や兵士たちが集まり、支援物資の点検をしている。地下5階の戦場へは、もともと地下3階か地下4階からしか降りられなかったんだけど、援軍や物資を送り込むためにここを掘って直通の螺旋階段を作ったのさ。大工事をやり遂げた掘削ギルドと建築ギルド、地下5階で踏ん張った王国騎士団。多くの人たちの努力の賜物だよ。この穴の先が、最前線か。ちょっと見てこない？危ないと思うけどな。ちょっとだけ。空気が、もどものしい。ダメだこれ。危ないやつだ。今の一歩や振り向きで全滅していたかもしれないよ。良い子は真似せず、もっと慎重に行こうね。ダンジョン怖っ。女性ばかりの冒険者一行がおしゃべりに花を咲かせている。話題の内容は王国からの報酬や魔法王国時代にあったとされる若返りの石についてのようだ。一歩引いたところにいるフードをかぶった冷めた表情の少女が君たちに気づいた。彼女は仲間に視線を戻し、まるで独り言のように口を開いた。王国からの報酬はすごいし、若返りの石も本当にあるのかもしれないけどさ、魔物の中には首筋を狙ったり経験を吸ったりする危ないやつもいるみたいだし、私は割に合わないと思うんだよね。私は公園にいるから敵の攻撃のほとんどは前衛の子が引き受けてくれるけど、弓矢を撃つとか空を飛ぶとかして公園を狙う魔物もいるらしいし、まあ、魔法の腕を磨けるいい機会なのは確かだけどさ。騒いでいた女性冒険者たちが振り向き、フードの少女に意見を求めた。少女は君たちに、じゃあね。と短い別れの挨拶をすると仲間の輪に加わっていった。若返りね。人によっては魅力的に映るのでしょうね。少なくとも安易なそれを私は歓迎しないけどね。さすが年長者の言うことは違いますね。崇めてもいいのよ。子供慎重に願います。新米のウィザードらしい少年が本を広げて精神集中しているのを彼の仲間たちが見守っている。そのうちの一人が君たちにこの状況を説明してくれた。あいつさ、今新しい呪文の取得中なんだ。
呪文の取得方法は2つある。1つは宿に泊まって成長した時、現代に普及している魔法レベル3までの呪文なら、教養の高さと各職業の成長度合いに応じて自己学習で習得できるんだ。もう1つは、魔術書や聖印といった呪文取得アイテムによる方法だ。現代において最高位とされる魔法レベル4の呪文を覚えたいとか、魔法レベル3以下の呪文であっても、自己学習での覚え残しを埋めたいとかいう場合は、習得アイテムが必要になる。アイテムでの呪文習得は、キャンプでの装備で行う。習得アイテムを所持した状態で装備を整えると、最後にそのアイテムの秘められた力を解放することができるんだ。十分な才能があればこの時、呪文が身につくってわけさ。習得は必ず成功するとは限らず、失敗して習得アイテムを無駄にしてしまうこともある。自分の力量を超えたこういう呪文に挑戦しようとする場合は覚悟が必要かもね。まあ、教養の高くない人でも経験を積めばこういう呪文も習得できるかもしれないから、修行と習得アイテム集めを頑張るといいよ。先の戦闘で拾ったアイテムの中には、書物以外にも魔法取得のアイテムがあるのね。そういうことさ。だから売らずに残しておいたんだ。つまり、それがあれば私も。せっかくだからさっき集めたアイテムも全部鑑定しておきましょう。魔法アイテムあるかな？初級魔法なら商店でも安く売ってたよ。あの値段なら買い足すのもありだと思う。ああ、いいですね。ふふふふふ。ああ、失敗したか？じゃあ私が、Oh my gosh。鑑定に失敗すると困惑してアイテムや呪文が使えなくなります。槍を持った少女がいる。彼女は君たちに気づくと人懐っこく話しかけてきた。冒険者の皆さん、こんにちは。この小屋では事件の背景について詳しく知ることができますよ。お嬢様の特別の計らいで今ならなんとタダです。ところで、皆さんはもうご自分のお気に入りの武器を決めましたか？私が大好きなのはご覧の通り、槍です。槍はですね、長くて素早い突きができますから大抵の敵より先に動いて倒せるのがすごいです。毒を持っている敵も、呪文を唱える敵も、行動してくる前にやっつけちゃえば全然怖くありませんよね。敵を形成しやすい形状なので、薬品など道具の使用も速やかに行えます。魔法の使い手が全員に立つ場合、武器が槍なら呪文も素早く唱えられるでしょう。前衛でまだ武器をどうしようか迷ってる人がいるなら、ぜひ槍を試してみてくださいね。得意武器。このメンバーは、器用なダリア以外は大体決まっていますよね。そりゃな。カルゴバとしては頭も使わなくちゃな。物理系森ガール大丈夫？私も魔法の方が。シーフ系マジカルノラメイドさんも落ち着いてください。薄暗い部屋には一組の机と椅子があり、黒い服を着た女が腰掛けていた。机には占い用の水晶玉が置いてある。いらっしゃい。あなたたちも新米の冒険者？縄文前の立て札は読んだかしら。でも、あれだけじゃ敵が何者なのか、この国がどう困っているのかよくわからないわよね。だからお城で起きたことをあなたたちに教えてあげるわ。彼女は指先を部屋の壁に向け、小さな魔力のようなものを放った。するとそこに映像が映し出された。王城の会議室で国王と大臣たちが政務の話し合いをしていたとき、円卓の上に突然人影が現れた。それは赤いローブをまとった高貴な雰囲気の青年だった。幻影魔法による映像なのか、はたまた幽霊なのか。その姿は少しぼんやりとしていて、向こうに会議室の壁が透けて見えた。やあ、僕の名はレイヤード。1000年前ここにあった国の王子です。机の上に出てきてごめんね。ちょっと座標がずれちゃった。あっけに取られる国王らを円卓の上から見下ろしながら、その青年は続けた。君たちさ、地下にある古い遺跡をスラム街として使ってるじゃん？でもその下にはまだまだ遺跡の続きが広がっているのにはどうやら気づいていないようだね。例えば地下街と水路のさらに下には庭園や墓所があったりするんだ。僕はね、その遺跡を丸ごと自分の領地として支配することにしました。国王が慌てる。バカな、何が目的だ？この辺りの土地はもともと僕の一族のものだったんだよ。返してもらうだけなんだから目くじは立てないでほしいな。でも正直に話すとこの地上の城を奪うには僕もまだ実力不足なんだよね。
だから地下に構えた拠点で準備をしっかり整え、じわじわとゆっくりねとり侵略を進めていきます。ひゃっはー、宣戦布告だ。青年の姿は薄れて消え、代わりにひらひらと羊皮紙が一枚舞い落ちた。そこには下手くそな現代文字で、ついでに宝物庫から必要な物を受け取ってきますね。と書かれていた。宝物庫の管理は代々王族の女性の仕事である。国王は大臣たちを待たせ、妻と娘のもとに急いだ。話を聞き、青ざめた王妃と姫は国王を連れて宝物庫を改めた。すると、ラガーナ建国前にこの地にあった魔法王国の遺物、シャルンディアという名の剣が失われていることが判明した。魔剣シャルンディアは、古代魔法王国の崩壊に関わったとされる代物であり、レイヤードなる自称古の王子がそれを使ってどんな災いを引き起こすのか知れたものではない。国王はすぐさま騎士団と調査隊を地下水路の先に派遣した。レイヤードが言った通り、地下街の水路の先は洞窟内であるにもかかわらず、密林のように動植物に満ちた区画と、礼拝堂や墓がある宗教施設のような区画につながっていた。地下街を地下1階、水路を地下2階、庭園を地下3階、墓所を地下4階とすると、地下5階にあたる場所は城塞だった。その城門ではレイヤードが操っていると思われる魔物の群れが地上を目指し、今にも進軍を開始しようとしていた。現在、暗く狭い遺跡での戦いで騎士団は多くの犠牲を払いながらも、敵の主力を地下5階に押しとどめることに成功している。しかし敵の増援は途切れることなく城塞から湧き出しており、戦線の維持にも限界が見え始めていた。国王の策が実を結ぼうとしたのはその時だった。大陸の各地から遺跡の探索や魔物との戦いに慣れた冒険者と呼ばれる人々がこのラガーナ王国に集い始めたのだ。地下での戦いが騎士団にとって不利だと悟ってすぐ、王は国中に符令を出していた。それはこのような内容だった。王国地下の遺跡に潜む強族レイヤードを撃ち、魔剣シャルンディアを取り戻した者には、金貨10万枚の褒章と近衛騎士の地位を授ける。これは賭けとも言えた。ラガーナの危機の噂が国内にとどまらず大陸中に知れ渡り、列強から様々な干渉を受けることは明白だからだ。だが外交を乗り切るだけで国民の命が守れるならば、分の悪い賭けではない。王はそう踏んだのである。城のバルコニーからラガーナ国王と王妃、そして姫が地下街に向かう冒険者たちを見つめていた。彼らの瞳には不安の影と期待の光が混ざり合い、渦をなしていたのだった。映像と音声を魔法で再現したのは私だけど、内容は事実のままで一切手を加えてないわよ。女の声で君たちは薄暗い部屋にいることを思い出した。あなたたちがどこまでやるかは自由だし、実力次第といったところでしょうけど、まあ、命だけは大事にすることね。生きて地上に戻ることが一番の目的だと肝に銘じておけば、大体なんとかなるものよ。机の上の水晶玉は最後まで使われることはなかった。なるほど、こんな背景だったんですね。この国すごい。会長がない疎外なら王様もイケキングだ。イケキング。いや、確かに人望厚そうですね。はあ、少し歩いたら落ち着いた。鑑定レベルが足りねえ。残りを鑑定したら休憩してくる？レベルも上がりそうじゃない？だな、道具も整頓したいし。道具の整頓についてはダリアに任せていいですか？ああ、アイテムの専門家に任せなよ。倍速&カットでぶっ飛ばしてくるぜ。まず、アイテムを整頓して、全員休息&レベルアップ。順調に魔法も覚えてるな。よしよし、いいぞ。で、バラムに拾った刀と兜、私にも兜を装備して不要なものを売却する。それから、みんながまだ覚えてないめっちゃ安い魔法用のアイテムを購入し、それぞれに分配していく。最後に、魔法を覚えるために必要なアイテムごとのスペシャルパワーの解放は街中じゃできないから、ダンジョンでこれを行う。いくつか取りこぼしもあるみたいだが、上々と言えるんじゃねえか？エラルドもアリアもこれで、レベル1の魔法ほぼマスターしたぞ。魔法は覚えた数だけ使える回数が増えるから、純粋に戦える回数と幅が増えるぞ。
てなところだな。我ながらいい仕事をしたぞ。ダリア無双、優秀すぎない？魔法が使えないからって商人を舐めたらいけないよ。我が友はすごいやつだ。次回は地図右下。一回南東側を探索していきます。またねー。